はい、お題レコード洋介管理人でございます。はい、もうなんかちょっとおなじみの構図になりましたけど、今日は、テクニクスさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いうことで、おなじみになってまいりましたけど、三浦さんと、植松さんですね。はい。はい。三浦さんは今は技術顧問。そうなんですよ。実を言うと今年の1月で、はい60歳定年を迎えおまして、おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。で一応そのままではあれなので、一応そのまま継続させていただいて、テクニクスをもうちょっと盛り上げたいということで、顧問という立場で続けることにしました。大英断とありがとうございます。いうことでございますね。はい。上間さんは相変わらず特攻隊長でよろしいんでしょうか。そうですね。はい。引き続き。ということでございまして、もう皆さんですね、もうここに、映り込んでますかね。はい、映り込んでます。もう言うまでもなく、今日は、SL1200 の M7 の発表ということでございます。で、もうすでにですね、テクニクスさんの方から、プレスリリースというか発表がありました。で早速ですね、その、中身について、ちょっとお話を伺っていきたいと。で実際に DJ の人たちだと、例えばその M2、M3 とか M5 とか M6 いろいろ使われてる方いると思うんですけど、7になったら何がいいのかというところがですね、ちょっといきなりですいません、今日は僕はちょっと皆さんの DJ の方の側としてこういろいろ聞かせていただきますけども、外見がほとんどやっぱり変わらないので、何がこう違うのかっていう、本当にこう7が出た意味ってどこにあるんだ、みたいなこともちょっと聞いていきたいなというふうに思いますね。で少しだけですね、ヒストリー来ましたね。簡単にご紹介させていただきますと、今日のこの1200シリーズですね、一番最初にデビューしましたのが1972年ですね。で、ここですね。そうですね。いきなり歴史の授業ですね。もう実は47年前ということで、47年前。これが初代のですね、1200シリーズです。この時はまだデザイン見ていただいてもですね、今の1200とはちょっと違う、ような仕様になってるんですけれども、この後ですね、DJ も含めたターンテーブルということで大きく改良されまして、79年の M2 というところにですねなっていきます。ピッチコントローラーがついたりとかしてるわけですね。ピッチコントローラーがついたりですとか、あと針先照明とかですね、あと電源のスイッチが変わったりとか、ここで今のデザインに近いようなものになってます。でこの後ですね、ずっとM3 とか、M3D で、M5 とかですね、6ということで、M5 が、この辺ですね。これかな。これですね。で、2007年に M6 を出しまして、でここから少しちょっと新製品がですね、間が空いてしまったんですが、この度2019年5月24日発売でですね、こちらの 1200M7 がデビューと。5月24発売ですね。そうですね。なるほど。今回DJ 用のターンテーブルとして、発売するんですけど、いろんな歴史があるんですが、DJ が、登場してきたのが大体70年代ですね、中頃ぐらいというふうに言われてまして、結構ずっといろんな音楽がね、流行り廃りのある中でですね、このターンテーブルが全世界のですね、ディスコですとかクラブで使っていただいてですね、いわゆる二刀流といいますか、ハイファイと、それから DJ という形でね、大きく分けて2つのターゲットでお使いいただいてたというのがこれまでの歴史になります。なるほど。でこのシリーズがですね、もう累計で販売が350万台世界でですね出荷をさせていただいて、350万台。そうです。もう途方もない数字ですけど、なんかよくわからないですね。どんだけすごいのかわかんないけど相当すごいっていう。そうですね。一番多い年では年間20万台ぐらい販売していたという実績も残ってますので、たくさんの方にご愛用いただいているということが言えるかと思います。
そんだけレコード好きの人がいたっていう、いるっていうことですよね。そうですね、でも本当になかなか一つの品番でこんなにこうわーって売れるのって、まあテクニクスというかパナソニックというかなかなか珍しいんじゃないですか。ずっと品番変わらずに、そうですよね。家電業界見ても、なかなか珍しい、これだけの数っていうのは珍しいんじゃないかなと思います。なるほど、そういうわけで、ご質問がありました、1200マーク6ですね。今回の7のちょっと何が変わったかと、いいのがこう作ったんですね。そうです。ご用意させていただきます。三浦の方から。ですね、まず、大きな違いの一つ目が、モーターが変わってます。出ました。これはですね、SL1200G、GAE を作りましたときに、我々ハイファイで音を良くしたいということで、もともと DD モーターで、課題とされてきたコギングというのを、なくしたいという努力で、作り上げたモーターがあります。それはコアレスモーターなんですけど、今回は M7 でそのコアレスモーターを搭載した、プレイヤーに仕上げています。なるほど。でなかなかコアレスモーターって言われてもちょっとピンとこない方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと現物を実は今日持ってきてるので、そうなんです。なかなか見れないですよ皆さん。これ昔のですね、SL マーク5、1200マーク5についていたコア付きのモーターになります。これちょっと見ていただくと分かるんですけど、ちょうどここにコイルが巻いてるんですけど、コイルが、でこのコイルの周りにこの緑色のクロレッツみたいな、これがですね、実は鉄芯って鉄なんですよ。鉄なんですね、これ。で、鉄にコイルを巻いて、小学校の時に習ったかと思うんですけど、鉄にコイルを巻いて電気を流すとこれが磁石になります。電磁石になって、その周りにマグネットを置くとその反発力とかでぐるーっと回り出すと、そういうモーターになります。これちょうどですね。でこれがちょうど磁石になるわけですね。これがこういうふうにくっついて中をぐるぐるっと回ると。そういう仕様になってます。順番にこうなんていうかな、こう電力をこう流していったりとかすると、こうやって回転がすると。電磁石は電力を流すと片方が N になって片方が S になるんですけど、それだけだとずっと同じなので、交番磁界っていって順番にこう NS が切り替わるようにこちら制御してあげると、こちらマグネットはNS 固定なので、その反発力で順番にこう動き出してきれいに回るという、そういう仕様なんです。でこれはもう結果的に回る。そうなんです。で皆さんがこうやって手でやったりとかしてるということですね。でそれに対してですね、それに対してこれ実はちょっと黒いですけど、1200GR の時に作ったコアレスモーターになります。でこれをちょっとこうちょっと難しい、見にくいんですけど、基板の隙間にですね、コイルが見えると思うんですよ。見えますかね。見えます。映りますかね。映りますかね。大丈夫かな。で実はこのコイルには先ほどの鉄芯がついていません。でいわゆるこれがついてない、空心コイルって言いまして、コアの鉄芯のないコイルがここについてるってことなんです。ちょっとおにぎり状の感じなんですよね。おにぎり状のコイルがまず順番にこう並んでいると。でそのコイルに電流を流して、磁界を作るんですね。鉄がついてないので磁力は若干弱いんですけど、うまくコントロールしてあげれば、電磁石として動きますので、同じようにモーターを回すことができる。で鉄芯がないので今まで、課題とされていた、コギングというのがなくなります。でそれがこの時、GR で作ったモーターです。で、今回の M7 というのは、この GR のモーターをベースに、少しアレンジして、作りました。これが、M7 の YouTube 初公開ですね。基本的な構造はまるっきり同じです。ここにコイルがあって、これ空心コイルがあって、それを使ってモーターを回すというやり方です。若干この辺の構造とかを見直しをして、少しでもこう安価になるように、スリムになるようにしたものが、今回の M7 のモーターになります。ちなみに今 SL1200 の G とかだと、30万円越してくるお値段だし、その下の GR だと、10万円中盤というような
感じなんですけど、はい、DJ ターンテーブルだと、もうちょっと値段も頑張りたいなっていうところでいろんなそのコストダウンの工夫もしてるわけですよね。そうですね、はい、そういうことをやってます。ただ性能としては、上のモーターですね、 GR のモーターだったりとかと比べても、遜色ないような性能が出るように再設計をしています。なるほど、そういうことでその上で、はい、DJ の方に使っていただいても、問題なく使えるようにチューニングをしています。なるほど、はいはい、そこが大きな違いですね。ちょっと三浦さん、このモーターについてですね、本当に今回のマーク7、これ GR の時でも GAE の時でも言ってたんですけど、はい、以前の6以前のものを使ってるお客さんっていうのは、はい、これがやっぱり最大の違いなのかなって僕は思ってて、要は音質が変わるわけです、はい、でこれビジュアル的な話になっちゃうんだけども、この鉄のやつがあるじゃないですか、このガムみたいなやつが、これが、全部で何個あるのか分かんないけど、これ順々にこう電気がカッ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 って走っていくことによって、こう磁石がっていう話がありましたけど、これが例えばこれの倍だったり3倍だったりすると、もっともっと物理的にですよ、物理的に精度が回転の精度って上がっていくわけですよね。はいはい、そうです。はい、要はなんていうの、段階になってるんですね。1,2,3,4,5 って、だからこの方式も相当素晴らしいし、だいぶナチュラルだし、だからこそ売れてきたんですけど、だからこれがある程度の完成度はあるんだけど、それでもやっぱり段階的に電流を流して回していく、カッ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 っていうイメージ的にですね、っていう方式なのは事実なんですよ。はい、でそれがなくしたのがコアレスダイレクトドライブという方式なんですよね。これだと、段階をこうなんですか、もうめちゃくちゃこうカッカッカっていうのがめちゃくちゃまろやかになってると、それが、回転ムラ、コギングっていうものの正体なんだけども、それが圧倒的に改善されてる。そうですね。はい、要はこれですよ、このターンテーブルの周りっていうのが本当にこう自然な感じで回る、はい、これだけ皆さんに僕は本当知っていただきたいというか、お伝えしたいなというようなことですね。このモーターというのは本当に、だから例えばビートとかでいくとですよ、ヒップホップだったらこうズンズンタッツズンズンタッツっていうのもこう本当に自然に1拍2拍3拍4拍って流れていくと、はいはい、実際にサウンドを鳴らしてみてもですね、もうクラブで爆音で聴いててもめちゃめちゃ自然なんですね。はいはい、そういうところにつながってくると、ありがとうございます、はい、いうことですね。はい、じゃあ、そういう、モーターが良くなったと。ちなみに、これ GR とか JE とかのモーターなんですか、何が違うかっていうのって、ですね、コアの技術は一緒なんだろうけど。そうですね、コアの技術一緒で、一番最初に開発したのが GR のモーターですね。はい、それは、モーターのトルクをより強くしたかったということで、ここについてのマグネットの数を増やしてるんですよ。なるほど。これ実は、GR とマーク7のモーターというのはマグネットが1枚しかありません。はい、円盤のマグネットが1枚あって、それで回します。はい、で G と GA はこれが上下についた2枚構造になってます。なるほどなるほど。マグネットが2枚あるのでトルクを稼ぐことができる。でその分このプラッターの重たくして、完成質量を上げて、より自然に回るようにしていると。プラッターの重さで調整してるんですね。なるほどなるほど。でこれは、マグネットが1枚なので、それに G に比べると、トルクは弱くなりますが、その分プラッターをこう調整してベストな、トルクで、きれいに回るようにということでやっています。なるほど。この軸なんかもですね、これ相当な精度があって、このコアな軸とこの金のところ、これ真鍮ですね。真鍮ですよね。はい、なんですけど、当然これ同寸法だったらいけないわけで、この真鍮があって、違うか、ここの中のところ、そうですね、このシャフトがこの中に入っていて、ここの精度も、というのは変わらない。変わらないです。
ということですね。はい。もう限りなく1ミリとかもっと細かい、数ミクロンの数ミクロンの、間でこう回ってるっていうところなんで、相当こう軸も精度が高いということでございますね。はい。もうだからこれがもう本当にコアな技術だということになりますね。はい。ありがとうございます。次は、それからですね、回転のスピードが実は今回、もともとマーク5っていうのは33回転、45回転だけしかなかったんですけども、まあそうですね。で、実はこれここに書いてるのを見ていただくと78っていうのが増えてるんですよ。で、当然78回転を使うっていうのは頻度は少ないと思うので、デフォルトでは設定できないんですけど、後で出てきますディップスイッチをちょっとこう細工していただくと、この78回転も実は使えるできると。ですから結構速いスピードにこう変えたりとかね、そういうこともできるので、結構面白い使い方ができるんじゃないかなということで提案させていただきます。ちょっとトリックっぽい感じのこともできるし、純粋にSP 版で DJ やる人っていう人も出てくるかもしれない。はい。ということですね。78回。それからですね、端子、例えば電源とかフォノ端子、こういったものがですね、従来の MK5 ではこう直出しって言って、本体から直接出てたんですよ。直接入ってましたね。これなくさないとかいう意味では非常に便利なんですけど、ちょっと壊れちゃったから交換しようと思ってもなかなかできない。で今回はこれを着脱式に変えています。ですので、例えばクラブとかで、セットを入れ替える際の着脱とかもできますし、壊れた際に交換することもできると。なるほど。ということでより、便利になっています。これは結構リクエストがあったんですよね。そうですね。やっぱり現場からサイドからは修理とかそういった面でもやっぱりありましたので、なんとか入れたいということでやってます。で、プラッター質量はさほど変化はないですね。プラッターというのはこの鉄のお皿のことですね。これの重さっていうのはほとんど一緒ですね。変わらない。1.5 キロと 1.6 キロになってますからね。これはですね、実はスクラッチをした時に、この触った時の感触っていうのが非常にやっぱりデリケートで、このプラッターの重量が変わるとその重量で完成質量が変わるので、触った時に同じトルク感でも感覚が変わるんですよ。なるほど。なので、前のマーク5と同じぐらいの質量に、そして、完成質量的には同じになるように設定をしています。なるほどですね。もう結構じゃあプラッターだけでもいろいろ試行錯誤をやってますね。したと。何種類か作って重さの違うものをいろいろやって、これは今だから言えるんですけど、プロの DJ の方にも実は触っていただいて、やっぱり違うねってことで、この今の質量と完成質量を合わせるっていうふうなことにトライしました。それから補助ウェイト。これ実はもうなくしています。ここにつける補助ウェイトなんですけど、DJ の方が、ここはあまりプラスアルファでつけるっていうのは少ないだろうなということで、今回ちょっとなくなってますね。なるほど。要はここのカートリッジがめちゃくちゃ重いやつがたまにあるんですよ。でそれだと補助ウェイトってこっちを重くしないと使えなかったりするんだけど、DJ のカートリッジってもう大体今 SL1200 に合わせて作ってるから、もうほぼ 100% 使えるんですよね。だからもういいだろうということで取ったと。であとここのちょっと黄色い枠のところ、これがですね、マーク5から全く違うところなんです。一番上に逆回転っていうのがあります。これもちょっとこれ使ったら面白い音楽作れるよねっていうことで、実はつけたんです。逆回転もできるようになった。逆回転ができるようになってます。で、当然最初はいきなり逆回転してしまったらってなるので、一応これもディップスイッチで切り替えすることで逆回転が使えるようになります。なるほど。使えなくすることもできるっていうことですね。ただそのデフォルトとしては、今まで、マーク5を使っていただいた方がそのままこうスッと使えるように
マーク5と同じ設定にしてますので、これをぜひ使ってみたいって方はこうディップスイッチを後で、はい、78回転の設定もそうですね。同じです。はい。なるほど。そうなります。じゃあ何もしなかったら前と一緒っていう。そこがまたいいですね。そのまま使えるってことがいいと思います。で、次この LED。この LED も実はですね、はい、赤色と青色の2色が選択できるようになっています。もうまあ青色っていうと結構最近のテクニクスのやつって青だったりしますもんね。1200G とか GR とか、はい、G もそうですよね。はい。でまあ今これは赤なんだけど、これ青に変えることもできる。できます。すごいですね。で、あとトルクとブレーキの調整ができるようにしています。トルクも変えれるんだ。はい。ちょっと弱いなと思ったらちょっと強くしたり、ちょっと強すぎるなと思ったら弱くしたりとかね。でブレーキ、昔の MK5 はブレーキボリュームでこう調整できたんですけども、今回もちょっとそのブレーキが設定できるようにということで、トルクブレーキの設定ができるようにしています。ドゥーンってやつですね。ドゥーンって止める。そうですね。もしくは立ち上がる。これも調整ができる。微調整ができるようにしています。なるほど。でお値段がというところですけども、今回10万円をなんとか決めたいということで、すごい9万円税別ということでですね、頑張らさせていただきました。これでも結構ですね、1月4日でしたっけ、ラスベガスでパーティーがあって、そこからこう海外でもこうリリースが流れて、余価っていう形で、ある価格でこう出回ってたから、それをこう円換算、ドルでその時表記されてたんだけども、円換算したらちょっとこれ10万円は超えるのは確実なんじゃないかって、そういうこう下馬評というか噂があったんだけど、なんとそうですね。やっぱり以前のマーク5、マーク6にですね、なんとかちょっと近づけたいということで、見た目のレイアウトもそうですし、操作感もそうですし、あと価格についてもできるだけ頑張ろうということで、いろいろ工夫させていただいた結果、9万円というのが実現できております。なるほどですね。実際ですね、もう使ってる、さっきのモーターの話も散々しましたけど、もちろんコアレスモーターの方が、もちろんそのコストはかかるし、いろいろ他にも、ちょっとこれから説明しますけど、いろんな工夫をしていて、はっきり言って顔は一緒だけど、ちょっとあえて言っちゃいますけど、オタレコ的にもオタレオーディオ的にもこれも別のターンテーブルと、もう本当に言っても過言ではないぐらい成長進化してるわけですよ。なのでそれで10万以下にしていただいたっていうのはちょっとだいぶ嬉しい感じですね。あとは音についてもですね、見た目以外のところでも、そういうクラブとかですねで鳴らしていただいて、気持ちいいようにチューニングをしてますので、その辺はこれまでのテクニクスのターンテーブルとはちょっと違う音作りというところがあると思います。そうですね。実際にですね、ちょっと現場で聞くと、すぐ分かりますよね。今までずっと DJ やってらっしゃった方だったら本当速攻で分かると思います。いう感じですね。でまた上山さん新しいフリップを、これはこれは特徴今ご説明した内容をまとめたものになっております。で5月24日発売ですね。全国のテクニクスの取扱店で買える、けど前1200の GAE を発表した時がだいぶ予約の取り合いでもう全然なくなっちゃったっていうことがあります。今回は どうでしょうかね。今回は生産的な話で言っちゃうと台数限定は特に設けていませんので、どれぐらいの、予約が来るかっていうのはちょっと誰にもわからないんですけど、生産についてはたくさん作るように工場の方に私の方でオーダーはさせていただいておりますので、でも引き合い次第っていうところもあるんでしょうね。そうですね。まず結構入手困難になるんじゃないのかなっていう気は、皆さんやっぱり待ってた方が多いので、
しかも10万円切ってきたっていうのはちょっとこう予想、税抜き9万円ですか、はい希望価格というところで、これはちょっとみんな目の色が変わったんじゃないのかなっていう気はしますね。ということで5月24楽しみですね。よろしくお願いします。12年ぶり、そうですね。糸が一周してしまいました。お待たせいたしました。1200だけに12年ぶりというね、いうことでいいですかね。いう感じでございます。